おい、どういうことだよ。毎月10万も渡してるのに、母さんに仕送りしてないのか。一体お金はどこにあるんだ。私は顔を真っ赤にしている夫に向かって、冷静にこう言ってやった。お母さんの部屋見た。私の名前はのぞみ、32歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。もともと会社員だった私だが、結婚を機に退職をして、現在はパートをしながら、家事を中心とした生活を送っている。ずっと実家にいたので、正直家事は苦手だったけれど、2年も経つとすっかり慣れて、今では家事は得意な方だ。料理自体は母の手伝いをしていたので、夫からも美味しいと言ってもらえている。そして私は最近カフェでパートとして働き始めていて、毎日充実した日々を過ごしている。美味しいコーヒーの入れ方を店長から教わり、パティシエの人に家でできる簡単なお菓子作りのレシピを教えてもらって、私は休みの日に家で夫のためにおうちカフェをしている。このロールケーキ、ふわふわですごく美味しいね。実は電子レンジで作ったんだよ。すごいね。このコーヒーも美味しいし。それは働いているカフェで販売してるコーヒー豆で入れたの。苦味が強くて美味しいよ。ロールケーキとのペアリングが最高。また作ってよ。もちろんいいよ。夫は甘党なので、私がスイーツを作るとすごく喜ぶ。休日のちょっとしたひとときが優雅になるので、カフェで働く経験はとても生かされている。これからも私は趣味となっているコーヒーとお菓子作りの道を極めようと思う。そんな風に私たちは夫婦仲良く幸せな日々を過ごしていた。だがそんな中、とても悲しい出来事が起きた。父さんが倒れた。休日に夫の元にかかってきた電話。私と夫は慌てて病院へと向かった。父さん、大丈夫か。ああ、すまない。どうやら体にガタが来てしまったようだ。しばらく入院になるそうだ。そうなんだ。義父が眠るまでいろいろと話した後、私たちは義実家に場所を移し、義母と話をした。母さん、一人で大丈夫か。とりあえずはね。だけどお父さんの入院費用とか治療費とか、今後結構かかりそうで。そっか、確かにそうだよな。義父は重い病気にかかっていて、治療費がかなりかかるそうだ。私と夫はそれを聞いて、義母のことを気の毒に思った。のぞみ、母さんに仕送りをしようと思うんだが、どうかな。いいと思う。お母さんのこと心配だし、一人きりだと生活が大変になると思う。だからこういう時こそ支えてあげないとね。ありがとう、のぞみ。それから私たちは、義母に仕送りをすることにした。本当にいいのかい？ああ、母さん遠慮しないでくれ。今まで母さんと父さんのおかげで、俺は大学まで通わせてもらえたんだから。ありがとう。義父の入院費や治療費、そして義母の生活費の足しになるように、毎月10万円を仕送りした。夫は仕事で忙しいので、私が日中に義母の口座に振り込みをした。これで少しでも義両親の助けになればいいな。そう思いながら、私たちは仕送りを続けた。マサト、のぞみさん、ありがとね。おかげでだいぶ助かってるよ。仕送りを始めてから数ヶ月が経った頃、私たちは義母にそのように感謝された。だが義父は入院生活を続けても、あまり回復していないらしい。私たちが見舞いに行くと、気丈に振る舞ってはいるが、どうやら実際はかなり辛いそうだ。日に日に弱っていくパートナーの姿を見て、義母は心が痛むそうだ。私と夫はその話を聞いて、自分たちも悲しくなった。どうにか義父の病気が治ればいいのに。だがそんな願いも虚しく、義父はそれから1ヶ月後、容体が悪化し、
そのまま息を引き取ってしまった。義母は最愛の夫を亡くし、とても悲しんでいた。私も夫も優しかった義父の死を悲しんだ。泣き崩れている義母をなだめながら、私と夫はすぐに義父の葬儀の手配と準備に取り掛かった。無事に葬儀を終えたが、義父がもういないという事実は、私たち家族の心にぽっかりと穴を開けた。お父さん、天国でゆっくり休めてるかな？いつもせわしなく動いてた人だからな。天国でも1日は24時間しかないと叫んで、いろいろとやってるんじゃないか。義父のことを懐かしみながらも、少しずつ私たちは元気を取り戻し、そして日常の生活に戻っていった。だが義母は、やはり何十年と連れ添った夫を亡くした悲しみに、未だ打ちひしがれているようで、私たちが顔を見せに行っても、どこか元気がなさそうだった。母さん、大丈夫か？ああ、ごめんねマサト。心配をかけて。俺たちにできることがあれば何でも言ってくれよ。ありがとう。それじゃあ一つだけお願いが。なんだい？お父さんが入院してた時のように仕送りを続けてはもらえないだろうか。え？やっぱりなかなか生活が厳しくてね。お父さんの入院費や治療費が思ってた以上にかかって大変だったんだよ。仕送りをしてもきつかったの？お父さんは重い病気だったからね。実は結構ギリギリだったんだ。そうだったんだ。もちろん俺は構わないよ。のぞみもいいよな。ええ、大丈夫よ。ここ数ヶ月ほど仕送りをしていたが、特に私たちの生活に変化があったわけではないし、義母がそれで少しでも元気を取り戻せるのならいいと思った。それから私はいつも通り、毎月10万を義母の口座に振り込んだ。夫は大企業で働いていて、順調に昇進しているので、収入は十分にあった。それに私もパートで働いているので、生活にはかなり余裕があったのだ。そして義母に再び仕送りをするようになってから半年ほどが経った。そんな時、夫が神妙な顔で私にこんなことを聞いてきた。なあ、ちゃんと仕送りしてる？え、私はいきなり夫にそんなことを聞かれて驚いた。もちろんしてるけど、どうしてそんなことを聞くの？母さんがまだ生活が厳しいって言ってて、それに振り込みをしてくれるのが遅いとも言ってたな。え、私は夫からお金を渡されたら、すぐに義母の口座に振り込んでいる。それなのに遅いと言われても、正直困る。私、ちゃんとすぐに仕送りしてるよ。なんならあなたにお金をもらったら、翌朝には振り込んでるし。そうか、わかった。一体どういうことなのだろうか。私は少し違和感を感じ、義母のもとを訪ねることに。実際、義実家に顔を出しに行くのは久しぶりだった。お母さん、お久しぶりです。ああ、のぞみさん、よく来てくれたね。ごめんなさい、お茶がなくて、お水でいいかしら。いや、全然気になさらないで結構です。私がお水用意しますよ。ああ、大丈夫だよ。座ってておくれ。義母はそう言って、コップに水道水を入れて、私と自分の前に出した。たまたまお茶がないだけなのだろうか、それともお茶を買うのも厳しい状況なのだろうか。私は義実家の居間の中を見回した。なんとなく違和感を感じたのだ。あれ？そういえば、あそこにソファーありませんでしたっけ？ああ、あれは売ったよ。売った？少しでも生活の足しになればと思ってね。まあ大した金額にはならなかったけど。そんな。他にも居間にあったインテリアなどがなくなっていた。義母は家にあるものを売ってお金にしているらしい。そして義母はなんだか痩せこけている印象だった。
ちゃんと食べることはできてますか？ああ、大丈夫だよ。昨日はもやし炒めを食べたよ。もやし炒め。それだけですか？ええ、まあそれと白米をちょっとだけかしら。義母の食生活はかなり貧しいものだった。お母さん、今日は何を食べるんですか？そうね、おかゆかしら。え、おかゆ。少しのお米でも結構な量になるじゃない。おかゆは結構作るわよ。それじゃあ足りなくないですか？栄養だって取れないし。そんなことを考えている余裕はないのよ。とにかく節約をしないとやっていけなくて。そんな。私は義母がここまで生活に困っていることを知り、絶句した。ちょっとトイレに行ってきますね。自分を落ち着かせるために、私は一旦トイレに行くことに。その時、義母の部屋が少しだけ空いていることに気がついた。ちらっと部屋の中が見えたのだが、そこで私は驚きのものを発見した。あれって、そこにあったのは、超高級ブランドの限定品のバッグだ。私は今でこそシンプルなプチプラな服などを着ているが、会社員の頃はよくブランド品を買っていた。だから一目見ただけで、そのバッグや服の価値がわかるのだ。だが先ほどまでとても貧しいと言って辛そうにしている義母が、なぜこんな高価なバッグを？私は疑問に思いながらトイレに行った。トイレから戻ってくると、義母はお粥を作る準備をしていた。のぞみさん、そろそろ晩ご飯にしようかと思うから、今日はもういいかい？あ、はい。結局、その日は義母にそう言われて、帰るしかなくなった。だが私は、あのブランド品のバッグのことが引っかかって仕方なかった。そのため、もう一度日を改めて義母のところに行くことにした。私には確認したいことが一つだけあった。今度は夫も連れて行った。義母が大変そうな生活をしているから、私たちは食材とお酒を買い込んで、義母の家で焼肉をしようと夫に提案したのだ。夫は賛成してくれて、私たちは早速義実家へ。母さん、たくさん食材買ったから焼肉パーティーをしよまあ、嬉しいわ。ありがとね、二人とも。義母はとても嬉しそうにしていた。だが私は注意深く義母の動向を観察していた。私がお酒をたくさん用意したのは、あわよくば義母を酔わせて眠ってもらうためだ。そして今日は私が帰りに運転するということで、夫にも酒を飲む許可を出している。夫はお酒が好きなので、焼肉とあればどんどん酒が進むはずだ。私の狙い通り、義母と夫は美味しそうに焼肉を食べながら、お酒を堪能していた。最初は私に遠慮していた夫も、私が気にせず飲んでいいと言うと、どんどん酒が進んでいき、義母にも飲ませていた。二人は満腹になって、お酒もたくさん飲むと、もう食べられない、と言って、食卓で眠そうになっていた。そして私が後片付けをしていると、二人は眠りに入っていた。私はその隙に義母の部屋へ。電気をつけると、この前見たブランド品のバッグを見つけた。やっぱりかなり高いものだ。そしていけないと思いながらも、これも事実確認のためだと、私は義母の部屋のクローゼットを開けた。するとそこには大量の高級バッグとブランド物の服が入っていた。総額合わせるとかなりの額になるだろう。そしてクローゼットの中にはジュエリーボックスもあった。私がそれを開けると、そこにはたくさんの指輪があった。どれも高級品だ。服を細かくチェックすると、最近出たばかりの新作の服などもあった。これはつまり、昔のものではなく、最近買ったということだ。この時私は確信した。義母は私たちが振り込んだ仕送りを、ブランド品のために使っているということだ。
それなのに仕送りが足りないだとか、生活が苦しいなんてよく言えたものだ。私は怒りでいっぱいになった。そして一度義母への仕送りを止めることにした。私は義母の部屋に入ったことがバレないように、すべてを元の位置に戻して居間に戻った。それから夫を起こし、そろそろ帰ろうと言って、自分たちの家に帰ることに。私たちが帰る時も、義母はわざとらしく、久しぶりにこんな美味しいものが食べられて幸せだったわ、と言ってきた。あなたがブランド品を買うのをやめれば、普通に食べられると思うけど、そんなことを思いながら、私は車を走らせた。それから2ヶ月ほど、私は義母への仕送りをやめた。するとある日、仕事から帰ってきた夫が険しい顔をしながら、私に詰め寄ってきた。おい、どういうことだよ。毎月10万も渡してるのに、母さんに仕送りしてないのか。母さんからここ2ヶ月ほど仕送りが来ていないって連絡が入ったぞ。一体お金はどこにあるんだ。私は顔を真っ赤にしている夫に向かって、冷静にこう言ってやった。お母さんの部屋見た。は？母さんの部屋？見てないけど、それがどうしたって言うんだよ。私、この前お母さんの部屋の中に大量のブランド品があるのを見つけたの。え？私はそう言って、スマホで撮った写真を夫に見せた。あの時、私は義母の部屋を写真に撮っていたのだ。こんなこと勝手にするのは正直気が引けたけど、だけど仕送りがどのように使われてるのか、真実を知りたくて調べたの。私がそう言いながら写真を見せると、夫の顔がどんどん青くなっていった。これってつまり、俺たちが仕送りしてる金で買ったってことか。そういうことになると思う。もしかしたら貧乏なふりをしてて、生活も本当は辛くないのかも。そんな。夫は信じられないというような顔をしていた。だが百聞は一見にしかず。私たちはアポなしで義母の家に行くことに。夫と私は車を走らせて義実家に着くと、夫が持っている鍵で家の中に入った。そして居間へ行くと、義母はちょうど食事をしているところだった。マサトたち、どうしたの？食卓に目をやると、そこには野菜炒めに冷ややっこ、枝豆、味噌汁に白米にビールがあり、普通の食生活を義母は送っていることがすぐに分かった。母さん、生活が苦しいんじゃないの？この食事のこと。これはご近所さんが枝豆とビールをくれて。そういうごまかしはいいよ。夫はそう言うと、義母の部屋へ向かった。ちょっとどうしたの？義母が慌てて夫を追うが、時すでに遅し、夫はクローゼットを開けて、義母を睨みつけた。このブランド品の数々は何だ？それは昔持ってたもので。お母さん、嘘はいけませんよ。新作物が随分と並んでるじゃないですか。つまり母さんは俺たちの仕送りをブランド品を買うために使ってたってことだよな。それは。義母は真実がバレてかなり動揺していた。母さん、俺たちは母さんが父さんを失ってすごく悲しんでいるのを心配してたんだ。だから仕送りも続けてた。それをどうして俺たちを裏切るようなことをするんだよ。ごめんなさい。一度買い出したら止まらなくなって。義母はそう言いながら泣き崩れた。話によると、義父が入院となってから義母は好き勝手やれると舞い上がっていたそうだ。私も夫もこの話を聞いてショックだったのだが、義母は定年退職をした義父と一日中顔を合わせて生活をするのが苦痛だったらしい。そんな中、義父が重い病気になり、家で一人になることができて、タガが外れたそうだ。好きな時間に出かけて、好きなものを買って好きなものを食べてという生活をしていたら、あっという間にお金が消えていったらしい。そこで私たちに治療費が大変だと嘘をついて、
仕送りをもらうことを考えた。話によると、義父の入院費用と治療費は、義父が自分の貯金から支払っていたらしく、私たちの仕送りは必要がなかったらしい。義母は義父の入院生活が終わるまでの間だけでも、贅沢をしようと考えていたのだが、一度染みついた浪費癖を簡単に治すことはできなかった。そのため義父が亡くなってからも、私たちから仕送りをもらうことにしたようだ。そして私たちによりお金をもらうために、私たちの前では貧乏な暮らしをしているふりをしていたそうだ。私が義母の様子を見に行くと言った時は、一日ほど何も食べないで、飢えている状態にしたらしい。そこまでしてお金をたかろうとしていたことを知り、私と夫は呆れてしまった。謝るから許してちょうだい。義母はそう言いながら土下座をしてきたが、私たちが裏切られたショックは大きかった。母さん、残念だけど、俺は母さんのことを許すことはできない。父さんが入院してから、ついこの間までの約1年間、俺たちを騙して仕送りをもらってたんだから。もうお金を渡すことはしないし、親子の縁を切る。そんな、お願いよ。あなたたちに見捨てられたら、私生きていけないわ。ブランド品を買うのをやめればいいだけだろ。あとは年金生活で頑張って生きていけばいい。とにかく、俺たちはもう母さんとは関わらないから。夫はそう言って私の手を引き、義実家を後にした。義母からはたくさんの電話やメッセージが来たが、全部無視をした。そして私たちは義母に内緒で賃貸のマンションを解約し、引っ越しもした。これで義母が私たちにコンタクトを取る手段はなくなったわけだ。それから数ヶ月ほど経った頃、私と夫は近くを通ったので、久しぶりに義実家の前まで車で行くことにした。もちろん外から眺めるだけにしようと思っていた。するとなんと、義実家は売り家になっていたのだ。きっと義母はその後も浪費がやめられず、借金をしてブランド品を買っていたのではないだろうか。そして借金が膨らんでいき、ついには家を売らざるを得なくなったのだろう。私と夫は義母に呆れながら、車を走らせて家に帰った。その後も私たちは義母とは一切連絡を取っていない。つい最近、私は出産をしたのだが、子供にも会わせるつもりはない。義母とは今後関わることはせずに、私たちは私の親と自分たちの子供を家族として、彼らを大事にしながら幸せに生きていこうと思う。ちょっと、のぞみさん。嫁としての務めを放棄して、マサトに迷惑かけるなんてどういう神経してるんだい。あんたは本当に最低な嫁だよ。私が教育してやる。お母さん。私が出て行ったのには理由がありまして。そんなのどうでもいいよ。私たちは新しくて綺麗なマンションに移り住むことにしたわ。同居するって言うなら新居の場所を教えるわよ。きっと義母は未だに何も知らないのだろう。私はこれは逆に好都合だと思った。いえいえ、結構です。私の名前はのぞみ、35歳の会社員。夫の正人とは結婚して5年が経つ。夫は現在40歳で私とは5歳差だ。もともと年上が好きだった私は余裕があり優しい彼に惹かれていった。そして順調に交際を続けて結婚に至った。結婚生活はそれなりに幸せだった。だが数ヶ月前からそんな平和な生活に陰りが見え始めた。俺、クビだって。いきなり夫がリストラされてしまったのだ。原因は不景気により会社の経営状態が悪化したから。私はまさか夫がリストラに遭うなんて思いもしなかった。なぜなら夫が勤めていたのは大企業だったからだ。このままいいお給料の状態で、お金の心配をすることなく生きていけるだろうと思っていた。だが世の中絶対というものはないようだ。
一気に窮地に立たされた私たち。私は専業主婦だったのだが、すぐに働くことにした。結婚を機に退職した会社にダメ元で連絡したのだが、なんと幸運にも雇ってもらえることに。ちょうど出産を機に退職する社員がいたらしい。私はこれで首の皮一枚つながったと一安心。これで夫が再就職できれば大丈夫だろう。しかし中年男性の再就職は厳しく、夫は日雇いアルバイトをするしかなかった。給料は月平均7万円程度。私だって5年ぶりに仕事に復帰したので、給料はそんなに高くない。2人で生活するのならギリギリの状態だ。ねえ、ここは家賃が高いし引っ越さない？もうちょっと安いところで節約した方がいいと思うの。生活を楽にするには、やはり固定費を下げることが必須だ。今までは高級取りだった夫の稼ぎがあったから、それなりにいいマンションに住んでいた。だが現実をしっかり見て、今より数万円ほど安いマンションに住むべきだ。しかし私の提案はあっさりと却下されてしまった。ダメだ。ここは引っ越さないぞ。どうしてよ。今よりも狭くて安いマンションに引っ越したら、母さんに理由を聞かれるだろ。私は意味がわからなかった。別に正直に話せばいいじゃない。リストラされて生活が苦しくなったって。私がそう言うと夫は顔を真っ赤にして声を荒げた。やめろ。母さんにはリストラをされたことは絶対に言うな。別にお前の給料と俺の稼ぎで家賃は払えてるんだから、このままでいいだろ。私はびっくりしたと同時に呆れてしまった。夫婦の生活を守るよりも、自分のプライドや見栄の方が大事なのかよ。かろうじて家賃を払えても、生活が苦しくて全然貯金ができないから、こうして引っ越しの提案をしてるんだろうが。だが夫はこうなるとてこでも動かないので、私は一旦諦めるしかなかった。その後も生活が厳しい日々が続いた。そんな中、夫は私に対してありえない発言をしてきた。なあ、今日の飯ってこれだけ？昔はもっとたくさん品数あったじゃん。お前、働き出したからってサボってんじゃないのか。もっと要領よく両立させろよ。夫の言葉に私はカチンときたので言い返してやった。しょうがないでしょ。生活がカツカツなんだから。私は家事も仕事も一生懸命にやっているわ。誰かさんのちっちゃいプライドから、この部屋に住むことにこだわっているから、食費を削るしかないのよ。そう言うなら、もっと稼いできてくれればいいんだけどね。私が挑発的な発言をすると夫は、なんだよ。当てつけのようにそんなこと言ってくんなよ。と切れた。今に見てろよ。またいい企業に再就職して、お前より稼いできてやるからな。そのように怒る夫。いちいちめんどくさいやつだなと思うが、これで夫のやる気に火がついたなら、それはそれでいいかと自分を納得させた。しかし、もともと再就職ができなくて日雇いのアルバイトをすることになった夫が、今やる気になったところで再就職先が決まるなんてことはなかった。勉強をたくさんして資格を取ったとかならわかるが、別にそんなことはせずにアルバイトをしていただけだ。夫は毎回面接のたびに面接官に軽くあしらわれたり、年下の面接官にヘコヘコしなきゃいけない状況に嫌気がさし、結局就活をやめてしまった。あれだけ私に単価切ってお前より稼いでやる。と息巻いていたのにもう断念したのかと、がっかりした。そして私の悩みというのは夫だけではない。そんなことを言っていると、今日も早速着信が来た。仕事中にもかかわらず遠慮なく電話してくる相手は義母だ。午前中だけでも10件以上も着信が残っている。昼休みの間に折り返すと、義母は第一声から声を荒げていた。ちょっと。あんた、電話はすぐに出なさいよ。お母さん、
私仕事中だってこの前も説明しましたよね。あんたのお遊びみたいな仕事なんてどうでもいいのよ。私からの電話を優先しなさい。義母は1年前に義父を亡くしてからというもの、私にやたらと連絡してくるようになった。おそらく一人きりになって寂しいからなのだろうが、電話の内容はいつもちゃんと夫のことを支えているのかという監視的な内容だった。そして最近、私が仕事を始めたと聞くと、鬼のように怒り、今はこうして仕事中に鬼電してくるようになったのだ。それでちゃんとマサトに話してるのかしら。一向にまともな返事が返ってこないんだけど。すいません。同居についてはちょっと難しいです。あなたの意見なんて聞いてないのよ。マサトが反対するわけないんだから。いや、夫もまだちょっと難しいって言ってますよ。それに今、私たちは経済的に厳しいですし。経済的に厳しいだなんてありえないでしょ。マサトは大企業で働いてるのよ。高級鳥なんだから生活には余裕があるでしょ。そのように言われて私はいつも言葉に詰まってしまう。夫からは義母にはリストラの件は言わないでくれと口止めされているので、本当のことを言えないのだ。そのため義母は私がわがままを言って働いていて、しかもそれなのに生活が苦しいと嘘を言っていると思い込んでいるのだ。義母の電話はしつこく、仕事中だけではなく、夜家にいる時にもかかってくる。だいたいね、妻というのは夫を支えることを優先させるべきでしょう。そして夫を大事にするということは夫の母親も大事にするということ。ここ最近は全然こっちに顔を見せに来ないじゃない。いい加減遊びに来なさいよ。そんなことを言われても、私は会社員としてフルで働いていて疲れ切っているし、それに夫の日雇いのバイトは休日にもある。だから私と休みが合わないのだ。すいません。夫婦二人とも忙しくてなかなか予定が合わなくて。あんたの都合なんてどうでもいいのよ。それにマサトは土日は休みでしょ。どっちかに来ることはできるじゃないのよ。相当不満が溜まっているのか、義母はそのように食い下がってくる。私はそろそろ限界だと思い、夫の真実を伝えようとした。いや、夫は現在土日も働いていまして。どういうこと？実は、私が真実を言おうとしたとき、さっきまでソファーで寝転がってテレビを見ていた夫が駆け寄ってきて、私のスマホを奪った。あ、母さん。ごめんね。最近会いに行けなくて。実は今、大型プロジェクトの仕事をしていて、休日出勤もしてるんだ。落ち着いたら、ゆっくり母さんに会いに行くから。そう言って夫は電話を切り、私にスマホを返した。ちょっと、勝手に何するのよ。お前こそ、何勝手に母さんに話そうとしてるんだよ。もう正直に話そうよ。このままだといつまでも勘違いしたまま、私にあれこれ言ってくるわよ。それは気の毒だけど、母さんにはバラすな。もういい加減、そのちっちゃいプライド捨てたらどうなのよ。うるさい。今まで俺に食わしてもらっていたくせに生意気な口を叩くな。夫はそう言って自室にこもってしまった。ただでさえ生活がままならず、ストレスが溜まっているというのに、そこへ来ての義母からの嫌味に夫のわがままが加わるともう限界だ。夫は日雇いのバイトの仕事が大変だと言って、家事も全くしない。とは言ってもフルタイムで働いているわけではなくて、土日に働いて、平日は週に1、2回仕事があるくらいだ。まだまだ働き盛りなのだから、掛け持ちでも何でもして収入を増やしてほしい。それか家のことを覚えて、家事を率先してやるようにしてほしい。自分はちゃんとしていないのに、私に家事を丸投げして仕事も私の方が稼いでいるのに、いろんなことに文句をつけてくる夫に嫌気がさし、私はしばらく家を空けることにした。1週間ほど実家に帰省して、
夫に家事の大変さを分からせてやることにしたのだ。私は両親には今の家の状況を細かく教えていた。だから私には早く離婚すればいいのに、と言っていた。それでも私は夫とは恋愛結婚だったし、5年も結婚生活を続けたので、簡単には離婚に踏み切りたくはなかった。離婚するのなら、やれることは全てやって改善を試みて、それでもダメなら離婚しようと考えていたのだ。私が実家に帰ると案の定、夫から電話が来た。おい、いつ帰ってくるんだよ。俺の飯はどうした？私はしばらく帰らないわ。だからその間の家事は全部自分でやって。はあ？ふざけんなよ。バカなこと言ってないで、さっさと帰ってきて家事をやれ。いいえ、帰らないわ。あなたには家事の大変さを分かってもらうわ。家の掃除も洗濯も料理もすべて自分でやって。私が働きながらそれらをすべてやってたことが、どれだけ大変か身に染みてわかると思うわよ。私はそう言って電話を切った。夫からは何度も電話が来ていたが、全部無視してやった。実家での久しぶりの生活はとても快適だった。家事は父と母と3人で分担すればいいし、母は疲れたでしょと言って手料理をたくさん振る舞ってくれた。何もしなくても自動で食事が出てくるのは本当にありがたい。そうして私は1週間ほど実家で過ごした。本当はもう少し長くいたかったが、実家は私の職場からはかなり離れていて、通勤に片道1時間半はかかるので大変なのと、そろそろ夫も家事の大変さが分かっている頃かなと思ったからだ。そして久しぶりに家に帰った私。部屋の中はゴミ屋敷になっているかもと心配だったのだが、思っていた以上に部屋はきれいだった。だがここで私は違和感を感じた。もしかして、そう思って夫の部屋を見に行くと、クローゼットの服とスーツケースがなくなっていた。これは絶対に義母のもとへ行ったな。私はそう思い夫に電話をした。なんだよ、今さら電話してきて。ちょっとあなた、今どこにいるの？実家だよ。まさか、私が家を出て行ってから、すぐに実家に行ったんじゃないでしょうね。その通りだよ。何やってるの？それじゃ意味ないじゃない。そもそも、お前が出て行くのがいけないんだろ。俺はもう怒ったからな。もうその家には戻らない。どういうことよ。俺はこれから母さんと暮らす。実家に戻るってこと？ああ、それにただ戻るだけじゃないぞ。新しくマンションを借りて引っ越したんだ。はあ。意味がわからなかった。私が言葉に詰まっていると、電話の声が変わった。ちょっと、のぞみさん。あなた、自分が何をしたのか分かってるの？嫁としての務めを放棄して、マサトに迷惑かけるなんてどういう神経してるんだい？あんたは本当に最低な嫁だよ。私が教育してやる。お母さん。私が出て行ったのには理由がありまして。そんなのどうでもいいよ。私たちは新しくて綺麗なマンションに移り住むことにしたわ。あなたも来たいでしょ。同居するって言うなら新居の場所を教えるわよ。きっと義母は未だに何も知らないのだろう。私はこれは逆に好都合だと思った。いえいえ、結構です。私がすぐに断ったので、義母は間抜けな声を出していた。だから、私はそちらには行かないです。あなた、本気で言ってるの？マサトが私と一緒に暮らすってことは、あなたはこっちに来ない限り一人で暮らすことになるのよ。マサトに養ってもらってるあなたは、一人じゃ生きられないでしょ。ご心配は無用ですよ。私は一人なら十分に生きていける稼ぎがありますから。一緒に住まないなら、私たちが夫婦でいる必要なんてないですよね。なので、
夫とはもう離婚します。え？私が離婚というワードを出したので、電話越しに義母と夫が驚く声が聞こえてきた。ちょっと待てよのぞみ。何も離婚まですることないだろ。もうあなたと結婚生活を続けることは無理よ。あんたみたいなダメな夫から早く離れたいの。私がそう言い夫をバカにすると義母がブチ切れた。ちょっとマサトに向かってなんてこと言うの。あんたみたいな嫁なんてね、こっちから願い下げよう。マサト、さっさと離婚しちゃいなさい。いや、私が離婚届を用意するわ。このクソ女が離婚を切り出したことを後悔しなさい。今さら謝ったってもう遅いんだから。同じ言葉をそっくりそのままお返ししますよ。私がそう言うと電話が切れた。おそらく離婚届を持った義母と夫がここにやってくるのだろう。逆に物事が思うように進んでありがたい。私は夫が自分を悔い改めようとせずに義母のもとに帰ったことで、もう完全に見切りをつけた。彼が改心することはもうないだろう。だったら一緒にいる必要はない。私は義母たちが来るまでの間、荷物をまとめることに。すると数時間後、義母が一人でやってきた。あれ？マサトさんはいないんですか？あんたと合わせる必要なんてないからね。ほら、これ。マサトにはもう自分の欄を書かせたから。あんたも自分の箇所を早く書いておくれ。そう言って離婚届を私に突きつけてきた義母。心なしか夫の記入欄の文字は震えた文字になっている気がする。あの子は本当に心優しい子だよ。あんたみたいな最低な嫁なのに離婚を渋ってたんだよ。そんな素晴らしい人に迷惑をかけるあんたを私は絶対に許さないからね。せいぜい貧しい生活をして後悔するがいいさ。私が自分の箇所を記入している間、義母が私に罵声を浴びせてくる。夫は最後までプライドが邪魔をして義母に真実を言えなかったんだな。まったく本当に情けない男だ。ご実家はどうしたんですか？ああ、売ったよ。だからあんたが来ても勝手に住むことはできないよ。いや、そんなことはしない。いくらで売れたんですか？結構古かったから安そうですが。あんたにそんなこと関係ないだろ。でも最後に教えてやるわ。とりあえず500万ほどで売れたわ。大した金額じゃないけど、老後の足しにはなったでしょ。新しく住むマンションの家賃はマサトが支払ってくれるし。へえ、よく審査が通りましたね。あんた、何言ってるんだい。マサトは高級鳥なんだから当たり前だろ。もしかして、その500万ってマサトさんの口座に入れました？ああ、よくわかったわね。ってそんなことどうでもいいのよ。もう離婚する女があれこれ詮索してこないで。未練タラタラなのが丸わかりね。でも、もう遅いんだからね。大丈夫ですよ。離婚は了承してますから。離婚届は私が出しておきますから。私がそう言うと、義母はふんと鼻を鳴らして去っていった。私はこれであの親子から解放される。と一人で大喜びしてはしゃいだ。残りの荷物をまとめて実家に一旦移し、そして自分が住む単身用のマンションを探して契約した。ちなみに私はうまく言葉巧みに義母を挑発したので、財産分与もなしにすることができた。あんたなんかにマサトの大事な財産を渡すわけにはいかないわ。財産分与についての話し合いに参加していた夫の青ざめた顔は、今思い出しても笑える。それから2年ほどが経ったある日、見知らぬ番号から電話が。出勤前の朝の時間に一体誰だろうか。もしかしたら仕事関係かもしれないと思い電話に出ると、それはなんと元義母からだった。のぞみさん、助けておくれ。
お母さん、私に電話されても困ります。もう私たちは赤の他人なんですから。そんなこと言わないでおくれ。大変なんだよ。どうせマンションの家賃が支払えず、貯金も底をついて困ってるんでしょう。なんでそれを。あの人からそこまで困るまで、リストラのこと聞かされてなかったんですね。あんた知ってたのかい？ええ、知ってて何度もお母さんに言おうとしてました。でもその度に、マサトさんに口止めされてたんです。そうだったのかい？ごめんよ、のぞみさん。私何も知らなくて。謝るからまた戻ってきてくれないかい？嫌ですよ。あの人は私がどれだけ言っても自分を変えようとしませんでした。そして、お母さんも私のことをずっといびってきましたよね。そんな人とは、二度と一緒に過ごしたくありません。そんなこと言わないでおくれよ。もう食べるものもなくて本当に限界なんだ。元義母の話によると、夫はあれからも見栄を張ってリストラの事実を告げずに、元義母が実家を売って得た500万の中から家賃を支払っていたらしい。そしてたまに贅沢をしているところを見せないと元義母に怪しまれると思い、高い買い物や豪華な食事をしていたんだとか。そんな生活を続けていたものだから、あっという間に500万もなくなり、現在の一文なしの状態になったらしい。自業自得ですね。いい加減プライドを捨てて、安いアパート暮らしでつつましく生きたらどうですか？こんなはずじゃなかったのに。優秀な息子に養ってもらって、悠々自適な老後を送る予定だったのに。そのように言って泣く元義母。私はそっと電話を切って着信拒否をした。念のため接近禁止令も出してすぐに通報できるようにしておいた。まったく、親子ともども誰かに寄りかかることしか考えていないんだな。私は彼らを反面教師にして自立して生きるように心がけよう。そう思いながら、私は気合を入れ直して目の前の仕事に臨んだ。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。